足音が聞こえる。ガサガサ言う。マジで何？誰かいる。はすこチャンネル。皆さんこんにちは、はすこです。今日は久しぶりの車中泊をします。最近少し涼しくなってきたので、山奥に今回はこもって車中泊をしていきたいと思います。はすこチャンネル。そして今日の車中泊の相棒がこちら、エコフローのデルタ3プラスです。サイズ感はだいたいこんな感じ。女性でも重くなくてすごく持ちやすくて、大きすぎず小さすぎずちょうどいいサイズ感でした。新発売ということで使うのがめちゃめちゃ楽しみです。今回もリビングを作るために車中泊用テントを持ってきました。最初は慣れずに時間がかかっていたんですけど、今回はかなり早く設営できました。テントを設営できました。意外と涼しいんです。涼しいので快適に過ごせそうです。はい、もう暗くなってきたのでフルフラットにしてご飯を作っていきたいと思います。はすこチャンネル。はい、今設営が終わってお値段もすごい安いキャンプ場で景色も良くてめちゃめちゃいいなって思ってたのに、隣の民家がすごい大音量で BGM かけててめちゃめちゃうるさいこういうのってどうしたらいいんだろう。そう、すぐそこなんですけど、私がここに止めてるんですけど、同じ敷地に小屋があってずっと音楽が流れてる。マジで何？誰かいる。はすこチャンネル。なんか近隣に住んでる人が出している音なのかなって思ったんですけど、ちょっと怖くて近づけなかったけど、なんかキャンプに来てる人かな、なんか外でご飯食べてて、多分キャンプの人か大きい音楽流しながら外でご飯食べてるんじゃないかなと思います。聞こえますか？なんか男の人のなんか多分集団がいて、なんか叫んだりしてます。音楽に合わせて歌ってるのかもしれないんですけど、ちょっと怖いですね。なんか足音が聞こえる。中からも外からも見えないから音だけが聞こえるんですよね。カタカタとかさっきもトイレから帰った人がずっと携帯見ながらそこの前に立ってて、なんか私の気にしすぎかもしれないんですけどなんでこの目の前で立つんだろうとか、あんまり今まで人が少ないところに行ってたから、今日は結構人が多くてめっちゃ音聞こえるし安くてめっちゃいいんですけど、やっぱ人の当たり外れみたいなのがあるんだなっていう痛感しましたはい、というわけで今日の室内はこんな感じです。そして今回の相棒、エコフローデルタプロ3を使ってご飯を作っていきたいと思います。こちらなんですけど 1500W の出力で 99% の電気製品に対応しているということで、はい、というわけで今回はこちらの電気炊飯器を使ってご飯を作っていきたいと思います。
今日のメニュー。じゃーん。ニアリでゲットしたはるちゃんの牛肉を使ったビーフシチューを作っていきたいと思います。はい。というわけで、野菜を洗っていきたいと思います。はい、では、切っていきます。こっちもなんか爆音で音楽流してやりたいんですけど、でもやっぱ隣の人に迷惑かかっちゃうから、普通やめますよね。こんなの初めてだわ。夜になるとね、やっぱりもっと響きますよね。なんか楽曲が古いんですよね。シャララララララとか流れてるから。ちょっと音小さくしてくださいって言いに行くか悩むなぁ。やっぱ私、力とかないんで、なんか、ギャグ状とかされても困るしなぁ。久しぶりの車中泊で、結構気候も恵まれて、楽しみにしてたんですよ。新発売のポータブル電源も使って、快適に車中泊できるなって思ってたのに。まあでもこのデルタ3のポータブル電源は、業界ナンバーワンのポータブル電源ってことだけあって、充電時間がめちゃめちゃ早かったです。結構万能なので、重いのかなって思ってたんですけど、意外とハスコでもすんなり、女性でも運びやすいし、すごくいいと思います。で、今回のデルタ3が、まあポータブル電源ではあるんですけど、蓄電にすごい優れていて、ソーラーパネルとかを利用して、ソーラーパネルから電気を貯めて給電すると、電気代が0円でずっとね、賄えるっていうのはすごくいいかなと思います。私もなんかこれを機にソーラーパネルを買って、ずーっと電気代がかからない車中泊生活っていうのも、ちょっと挑戦してみたいなとか思いました。なんかハスラーのね、上とかにソーラーパネルつけて、で、ずーっと使うっていうのも、いいですよね。やっぱりね、RV パークに行くっていうのが、この夏とか特に電源の確保みたいなところが大きいと思うので、全然太陽光発電でいいですよね。やっぱり長い車中泊生活とかには、ぴったりですね。安全性と耐久性に優れていて、10年以上寿命があるので、一回買ってしまえばね、本当にしばらく買い替えることなく使えるかなと思います。材料切れました。やっぱりね、気になりますね。今までそういう迷惑系みたいな人に出会ったことがなくて、自分が実際会ってみるとやっぱりなんかちょっと怖いですよね。接触したくないな。でも共用スペースに一番近いんですよ、山小屋が。だからさっきも洗い物するのも、あそこで洗い物するのやめました。違うところに行きました。ただ美味しいビーフシチューを作って自分の機嫌を取ろうと思います。帰ってまた食べるので、とりあえず全部入れよーっと。ハローデーのお肉すごい美味しいんですよね。これ 300ml ってどこまで？白米と一緒でいいかな？これぐらいやろ。よし、できた。はい、ぶち込むだけ簡単ビーフシチューです。まだできてないけど。
はい。今ですね、なんと6ワットしか使ってないんですけど、炊飯器を使ったら何ワットになるのでしょうか。はい。スタートしました。お、670ワットまで行きました。全然音しない、ポータブル。すごい静音性が高いですね。なんか600ワット以下だったら30デシベル以下らしいんですけど、今670ぐらいいってるんですけど、全然やっぱり音が静かです。暑くなってきたので、よいしょ。扇風機もつけたら710ワットになりました。今エアコンもつけてフルマックスで家電を使っています。900近いワットですけど、音がめっちゃ静か。ほぼ音出てないですね。こんなに大容量使ったのは初めてです。久しぶりに車中泊したんですけど、まあちょっと今音楽もね止まってきて、やっぱり楽しいです。こういつも毎回そうなんですけど、ご飯を作る工程だったり、なんか一個一個の動作がなんか家でやるときとまた違って、家だったら適当に作って食べてって感じなんですけど、ここはやっぱり料理する時間だったり、あとやっぱ食べる時も美味しく感じますし、なんかダラダラしてる時間とかもちょっと特別に感じるというかはいそんな気がします。できました。今電気だけなので6ワットになりました。で約 70% の残電力になりました。いい匂いがしてきた。オープン。おー、まあこんなもんかな。シチューを投入します。煮込みビーフシチューの完成です。パンを添えていただきます。いただきます。紙皿やから熱い。おいしい。でもちょっと薄い気がする。お肉を食べてみます。ほろほろ。赤ワインとか入れたらなんかもっと上級者で美味しくなるのかなって感じです。ちょっとハスコはパッケージ通りの料理しかできない。ポータブル電源が静音だから外の音がより聞こえますね。なんか一時期収まったかなと思ったらまた音楽が鳴り出しました。もうすぐ9時なんですけど、さすがにやめてほしいですね。でもシチューはめっちゃ美味しい。お疲れ様でした。ちょっとね、作りすぎたかなと思うんですけど、
お家で美味しくいただきたいと思います。ちょっとトイレに行ってきたいと思います。ここがトイレです。トイレが思ったほかすごく綺麗でした。また中してる。やっぱりまだ外にいました。なんで中に入らないんだろう。確かに9時以降は静かにしてくださいって書いてあるので規約違反ではないんですけど、外でも音量が大きくて、もう今日はちょっとふて寝というか寝るしかないかも。気になるから。おはようございます。昨日なんですけど、もうなんかいろいろ気にしたくなくてそのまま寝ちゃいましたはい、というわけでちょっとフルフラットとか戻したりとかして朝ごはん食べたいと思います。昨日なんですけど、あそこの場所で多分外でご飯とか食べてて、でここでずっと音楽をねかけてたんじゃないかなっていう感じで、はい、ちょっとやめてほしいですね。初子チャンネル。はい、昨日の夜しか使ってなかったんですけど、ちょっとパーセンテージを見てみたいと思います。はい、半分使いました。約6時間ぐらい使って半分残ってるっていうので、蓄電もすごい万能だし、家電とかたくさん使えるので、防災とかもすごいおすすめなんじゃないかなと思います。今回やっぱり実際に使ってみての感想なんですけど、個人的に一番良かったのはやっぱ静音が感動しましたね。で、あとサイズ感がすごく女性でも使いやすいですし、なかなかねポータブル電源ってブラックなカラーとかが多いんですけど、今回ちょっとシルバーでかっこいいなと思うし、これをきっかけに本当にソーラーパネルもこう電気代賄い生活みたいな、車中泊の旅みたいなのをやってみたいなと思いました。急速充電ということで、もちろんソーラーパネルとかで蓄電するっていうのが電気代も抑えられるし、すごくいいなとも思うんですけど、他にも車のシガーソケットからも充電できて、それがですね、結構シガーソケットからの給電ってなると結構充電って時間かかるんですけど、こちらのエコフローのデルタ3だと最速1時間ぐらいで充電できるということで、やっぱり最速給電技術がすごいなっていうの。リンゴです。朝ごはんは今回来て勉強になったというか、この区画が1000円で利用料が500円なので1500円で1日利用できたんですね。シャワーとかは今回私使わなかったんですけど、その洗面台とかトイレとかもあって、でも結構リーズナブルな価格なので、そういうところに行くと価格帯はすごく安くてね、雰囲気もすごい良かったんですけど、やっぱりそういうなんていうんですかね、価格が上がるごとにつれてマナーとかモラルも高まると思うので今回ちょっと、初めてですね
体験しました。いや、私が知らないだけでキャンプ場は結構 OK だったりするのかな。そう、誰もいなかったりしたら全然音量とかかけてもいいと思うんですけど、結構人いるんでって感じですね。でも久しぶりに車中泊できて楽しかったね。でも何事もなく過ごせてよかったなと思います。はい、というわけで今からちょっとリンゴだけじゃ足りないと思うので、もうちょっと走らせてお昼ご飯を食べて帰りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。